ようお参りくださいました。どうもありがとうございます。今日はですね、自分の軸を作るために、どうしたらいいのか、そのようなお話をさせていただきたいと思います。新年からですね、私ずっとご法話の、中で笑顔が大事だと、ずっと申し上げてきたんですけれども、考えてみるとですね、笑顔を作るためには余裕がないと笑顔を作れません。で、最近はストレス社会と言われますように、もうみんなすごく過度のストレスを抱えて生きているわけですね。で、このストレスが溜まっていくと余裕ができませんので、笑顔が作れなくなっていくわけですね。で、じゃあどうやったらストレスをためないで生きていけるのかということを考えた時に、どうしたらいいのかなということを、ずっと考えていたわけですけれども、私は一つストレスをためないためにはですね、自分の軸を持つことがやはり大事なのかなと思ってます。で、旗に例えればですね、旗があったとしてかなり強い風が吹いた時にですね、軸がしっかりとしていれば旗がですね、風の方向になびいてうまく風を避けてですね、飛ばされることはありません。しかしながらその軸がしっかりしていなければ、強風にさらされた時にはあっという間に飛ばされてしまうんですね。で、これはまさに我々人間もそうで、その軸があればどんなに強風というかですね、人の批判であったり、社会のこの波に押された時にでもですね、しっかりと立っていけるんではないかなというふうに思うんですね。で、そのようなことを考えた時に、先日、ある方からですね、一冊の本を紹介していただきまして、今読んでいるんですけれども、どのような本かというと、皆さんご存知だと思いますけれども、小説家のですね、村上春樹さんがおられますけれども、恥ずかしながら私村上さんの作品はですね、あまり読んだことがないんですが、ただ、紹介された本はですね、村上さんのところという、本でして、でこの本はどういう本かというと、小説ではなくてですね、その村上さんのファンの方からたくさんの村上さんに対する、質問のメールがありまして、それに一つ一つ、村上さんが答えていくという、内容になってるんですけど、中には笑える話もあったりですね、そしてハッと気づかされるような、話もあります。で、一つ面白かったのはですね、これは本題と全然関係ない話なんですけれども、ある青年がですね、恋人がいると、彼女がいてですね、その彼女が猫を飼っていたそうなんですね。で、その猫に、子供が生まれた、赤ちゃんが生まれたからもらってくれないかと、言われて、いいよと、答えたらですね、後日渡されたのが親猫だったという話がありましてもらった方もびっくりしたと思うんですけど、一番びっくりしたのは猫の方じゃないかなと思ったわけですけどもいろいろそんな話の中で一つ私今日ですね紹介したいお話ありまして、これはですね村上さんに対して29歳の女性からの質問でした。で、この女性はですね、村上さんは、中傷や批判に対してどのようにして心の中で処理していらっしゃるのですかと。おそらくですね、この村上さんは活動を続けていく中でいろいろと褒められることもあればその内容を批判されることもあったんじゃないかなと思うんですけれども、そのような時にどうやって心の対処をしているか。で、私もそうですけど、やっぱり人に批判された時に、落ち込みますよね。これは誰しもそうなんですけど、どうやったらそれに対して自分を立て直せるのか、すごく大事なところかなと思ったんですが、村上さんが答えていたことがすごく私はしっくりときまして、今日紹介したいんですけれども、どのように答えているかというとですね、規則正しく生活し、規則正しく仕事をしていると大抵の物事はやり過ごすことができます。褒められてもけなされても、好かれても嫌われても、敬われてもバカにされても、規則正しさが全てをうまく平準化していってくれます。本当ですよ。
だから僕はできるだけ規則正しく生きようと努力しています。朝は早起きして仕事をし、適度な運動をし、いい音楽を聴き、たくさん野菜を食べます。それでいろんなことは大体うまくいくみたいです。試してみてくださいと、そういうふうに、書いてあったんですね。で私はなるほどなというふうに思いまして、なんでなるほどなと思ったかというと、私が経験しましたその修行道場の生活がまさに、これなんですね。規則正しく生きていく、これに、全てをかけているというような感じもしますけれども、朝早く起きてですね、もうやることが次から次に決まってまして、それを次から次に、やっていく。でそうするとあっという間に一日が終わってですね、ある程度のこの達成感というか、今日も修行できたなというような思いで、寝ることができる。まさに、このなんていうんですかね、ものすごい楽しいとかものすごい嬉しいっていうこともないんですけれども、でもすごく穏やかに、そして、充実した気持ちを持って毎日を過ごして生きている。でこれが自分の軸になっていくと思うんですね。それがあれば誰かにバッと何か言われたとしてもですね、いや自分はもうこれだけのことはしているということが一つ自分の拠り所となって自分を立て直すことができるではないかなというふうに思っています。でもう一つ紹介したいんですけれども、これはお釈迦さんの話なんですけれども、お釈迦様がですね、お弟子さんたちを連れてこう歩いていたそうですね。そうしますと、横から人がバッと来てですね、その人がお釈迦さんに対して悪口をバッとこう言っていった。でそれを聞きながらお弟子さんたちはこう忌々しい思いをしながらそれを聞いているわけですね。ただお釈迦様は何も言葉を返さず、そのまま歩いている。でその、悪口を言った彼がいなくなってからですね、あるお弟子さんが「お釈迦様はなぜ平気な顔で黙って聞いているんですか」と、あんな批判をされたら言い返したくならないんですか、そのようなことを言うわけですね。でそうするとお釈迦様がですね、じゃあ聞くけれども今からお前にこの数珠をあげようと言ったとする。でお前が受け取らなかったらこの数珠はどうなる？私の手元に残るだろう。だからさっき悪口言った彼もその悪口を私が受け取らなければ、その悪口その思いというのは彼に残ったものとなる。何でも受け取って何でも受け止めて、悔しくなる、くよくよするというのは馬鹿らしいことだと、そういうような趣旨のことをおっしゃったというですね。で、なかなかこれは凡人にはできませんけれども、私も本当にこうあっと何か言われたらイラッときてですね、自分の気持ちがこう揺れて、落ち込んだりするわけですけれども、でも一つこれは覚えとかなきゃいけないなと思うんですね。何でもこう受け止めて真に受けていちいち落ち込んでいたらですね、物事が進んでいかない。でここで考えたいのはどういうことかという、軸があるというかどういうことかというと、感情に左右されないということだと思うんですね。で感情というのは前にもお話をしたかもしれませんが3つ要素があると、言われています。で感情というのはですね、一つは、長続きしないんですね。例えば誰か亡くされた人がいたとしてですね、すごく悲しいわけですけれども、それがじゃあ1年間ずっと悲しいままかというとそうではない。やはりちょっとその悲しさから離れられることもあるわけですね。もう一つの特徴は、何か行動している時は感情というのは薄らぐわけですね。忙しくしている時というのは心の悩みというのは、そういうものを考えていられなくなるわけですね。つまり行動に移していくっていうことはすごく大事になっている。でもう一つ感情の要素というのはですね、思えば思うほど強くなっていくということなんですね。辛いと思う、辛い思いがあったとして、最初はこのぐらいの辛さだったのに、辛いなと思っていくと1時間後にはですね、どんどんこう増えて、もっと辛くなってるわけですね。で一回この感情に支配されてしまうとなかなか立て直すのは難しいですね。なぜなら嫌な感情になった時、
辛い感情になった時に人はやる気を失います。何もやる気は起きないんですね。私もよくありますけど、ポカーンとこう座ってですね、やだなやだなと考えるわけですけれども、決して物事は好転しません。で、もうこんな時間経ってたというふうに焦ってですね、かえってまた焦りが生まれて、また悪い感情になっていく。で、この負の連鎖が止まらないんですね。で、いかにこの感情に支配されないかというのが大事だと思うんですね。で、それはどうしたらいいかといえば、やはり先ほども言いましたけれども、何か行動する、手を使い足を使う、そうしていくうちに物事は改善されていくはずです。嫌だなって思った時に、その嫌だなという感情のままにですね、掃除をすればいいんですね。で、その嫌だなと思いながら始めた掃除ですけれども、その掃除が終わる頃にはその嫌な感情が半分くらいに減っているかもしれません。で、この感情に惑わされないで生きている人、それは私はお百姓さんじゃないかなと思います。お百姓さんはその日の気分によってですね、その行動を変えたりしません。嫌だなって思いながらもですね、やっぱり外に出てやるべきことをやらなきゃいけないですね。雨の日だって風の日だって、そういう天気にも左右されずに、苦しくてもやるべきことをやる。で、そうすると一日の最後に、充実感を持ってその一日を終えることができる。で、今我々ストレス社会と言いましたけれども、なぜストレスを溜め込むかといえば、頭ばっかり使ってるんだと思うんですね。考えて改善されることではない、考えてもどうにもならないようなことをひたすら考えて、頭を疲れさせてしまう。そしてストレスを溜めてるんじゃないかなというふうにも思います。ですので、この頭を使わずにですね、ある時やっぱり手を動かし足を動かす、これがすごく自分の軸を作っていくことにもなるんではないかな。そして村上さんがおっしゃったように、規則正しく生きる、これはものすごく大切なことだな、そのようにも感じました。ですので皆さんもぜひですね、規則正しく生きる、それを一つよりどころにしてですね、生きていかれたらいいんじゃないかなというふうに思いました。今日はこのようなお話をさせていただきました。本当にどうもありがとうございます。今日も本当にありがとうございました。